皆さんおはようございます。朝でちょっと顔がむくんでてすいません私のですねちょっと悩みというかですね、サブ映画を目指すと言ったもののですね、ちょっとね目指すって言ってからこれはもうなんか5キロもね18分台ガンガンいけそうだなとかいう手応えもあったんですけど、夏っていうのもあるのかもしれないですけど、ちょっと今伸び悩んだし、やっぱり大会が近づいてきてちょっと焦りも出始めて、これはまずいなと思いまして助っ人をお呼びしております。三塚コーチお願いします。はい、おはようございます。1日2日、三塚です。よろしくお願いします。朝から爽やかでございます。スポーツ科学で体育専門学群から大学院が人間総合科学研究科の博士前期課程、体育学専攻ってところにいます。でもね、ちょっと私のサブ映画のコーチになっていただけませんでしょうか。ぜひお願いしますはい、告白かみたいなね。はい、すみません。緊張しました。というのでですね、ちょっと三塚君に私のメニューとかをですね組んでいただいたりとか、いろいろ足りない部分を補う練習を教えていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分スイさんは特に持久系のタイプと言いますか、僕結構中距離走でスピードとか動きとかメインでいつもやってたんですけど、多分もうなんていうんですかね、組み合わさればより今できなかったそのサブ映画、多分今スピードに多分壁があると思うんですよね。なんでそれをこう超えていく上で、そういう動きの面とそういうスピードをつけるようなトレーニングの面でこうサポートできればと思います。ありがとうございます。とにかくね、キロ4は楽になるって思ったんだよね。思ったらね、今またやっぱ全然壁があって、でもなんかやっぱやろうって前のめりになるとちょっとねダメな部分があるのかもしれないのと、あと最近走り方は徐々に分かってきて、こういう動きしたいなみたいなのとかが出始めたのよ。前はなんかがむしゃらに走ってとかだったんだけど、ここ使ってとか思うんだけど、やっぱね自分で動画見てても上半身と下半身の連動があんまりうまくない。自分のこう思ってる感覚と体の一致が多分苦手。前回ちょっとドリルさせてもらったと思うんですけど、その時も両手で両足上がったりとかあったじゃないですか。でその自分が思ってる動きをちゃんとすることも多分すごい、まずそういう動き作りのちょっと前段階、そちらも重要なので、ちょっとそういったところもやりながら、自分が思い通りの動きができるように、でそれができるようになったらランニング中にその思い通りの動きができるようにっていうところで段階的に向上させていければと思います。その理想の走りが出てきた上で、これやっぱこのままじゃ絶対サブ映ができないって思った部分が、私やっぱりふくらはぎのすごい使っちゃうんだよ。でしかもふくらはぎがすごい下の部分も張るので、やっぱり速い方の足ってさ細いし、ふくらはぎがめっちゃ上じゃん。あれは専門的な話あれ足首の底屈が結構大きい人はふくらはぎの下部につきやすいんですよね。底屈ってこう足首を下げる、いいですかね、足首をこういう下げる動き、この下げる動きがふくらはぎをこう使っちゃうんですよ。地面をポーンって蹴ろうとするとふくらはぎを使ってしまって、それってなんか自分の中では力を加えて進んでるような感覚になるんですけど、実際進んでるのはこの足首を使ってる時点でやっぱ上への推進力だったり無駄に使ってるので、基本的にはここの股関節、ここの伸展で力を出さないといけないので、それができるようになるとよりふくらはぎの負担が減るので、よりスピードも出やすくなるし、より長い距離持てます。ふくらはぎはちっちゃい筋肉なので、長い時間運動し続けられない、大きい力も出しにくいし、長い時間その疲れもしやすい筋力を多分普段から使って、それを無理やりトレーニングさせてるので、より力が出やすいより力が出やすい、かつ疲れにくいこういうお尻とかもも裏の筋肉を使えるようになると、より多分楽に走れると思います。いやだから本当綺麗な足にもなって足も速くなって、もういいことしかないんだよね。もう細くなる、速くなる、もう見た目も良くなるっていうので絶対足の形で走り方わかるもんね。でここは全然改善できてないところなので、それも含めて改善させてください。もうよろしくお願いします。お願いします。じゃあより早くより楽に速くなろうというので頑張っていきます。動き作り、日常に使える動き作り参戦、レッツゴー！ラウンジをやっていきたいと思います。ラウンジってみんな多分やったことあると思うんですけど、正しくできない人がすごく多いです。でラウンジは鍛える場所はやっぱハムとお尻をしっかり使うことで、
結構みんながやってるラウンジはこの膝を使ってる人が多くて、こうついた時にこう膝をクッションにして止めてる人が多いです。こうするとせっかく鍛えたいのはお尻とかハムなのに、こういう前ももの筋肉、ブレーキに使っちゃう筋肉を鍛えることになっているので、あんまり意味がないですね。なので、ポイントとしてはラウンジするときは、お尻とハムを使うことをまず大前提にします。で、やり方としてはまず、もも上げた状態、このまま体を倒していきます。で、お尻とハムで耐える。もも上げしてお尻とハムで耐える。できるだけここから足を突きにいかないように、自分から足を突きにいかないように足を上げたまんま倒す。するとしっかりここハムとお尻が使いやすいので、ぜひ、意識してやってみましょう。ということで、スイさんお願いします。よし、いきます。でね、膝今入ってるの分かりますか？そうだね。お尻お尻です。お尻です。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。はい、お尻。はい、お尻。これが膝を使ってるラウンジです。どういうこと？わかりますか？見ててわかりますか？はい、多分。で、今この時にもう足がこうぐらついてるの分かりますか？もうこっちで支えようとしてるんですよ。そうだね。このバランスをちゃんと股関節で取らないといけない。ああ、股関節でバランスを取る。股関節でバランスを取らない。考えたこともなかった。あ、それをお尻とかハムの筋肉で支える。こうですね。全然違うもんね。石だね。ここで多分止まるんですよ、しっかり。でもこっちを末端でやってるとこう多分ぐらつくと思うので、しっかりここの大きい筋肉、支える筋肉で使います。難しい、これ難しい。あ、そうです。やば。なってますよね。お尻を使います。はい。多分お尻が全く使えてないと全部ぐらつきます。これじゃできてるつもりになってる人いっぱいいるよね。多分ラウンジやったっていうのでやってるんですけど、目的はこういうハムとかお尻のいい筋肉を使うのが目的なんですけど、満足感はあると思うんですけど、前ももとかふくらはぎでこうやって支えてる人が多いです。完全に今のふくらはぎに来てる私。理論としてはここの膝関節、この膝を動かすと、この時点でもう前ももとか、使っちゃうので、膝をと足首は動かさない、このまま止めます。っていう感じです。あ、だいぶ良くなりました。なんかね、お尻キュッて締めたら、締めます。ちょっとマシになってきた気がする。お尻を無理やり使うと、その感覚が結構ランニングに近いです。ああ、ちょっと上手、なんか私ちょっと上級者になってきてる。早いですね。最初のあのぐらつきから一気に良くなっているので、めっちゃいいです。なんか使うスイッチを変えるっていうのはできてきた。できてきた。全然いいです。で、もう一個レベルアップしようとすると、今こうやって突きにいってるじゃないですか。それをその足をここにもも上げの状態、ここからただ倒します。足を地面に突きにいかない。この位置で体を倒していくだけ。でするとよりお尻の筋肉使えるので、これがしっかりできているようになればしっかりも使えてます。筋トレですね、動き作り。今ちょっと多分前ももに来ましたね。ここで待ちます。あ、そうです。待ちます。あ、そうです。やっぱりどうしても膝がこう入っちゃいますよね。入っちゃう。スイさんの場合はここでこのままここで止めれてなくて、膝でこうやって入っちゃってるんですよ。ここでクッションを取ってるので、前ももとかでバランスを取っちゃってる。これをしっかりお尻の筋肉でいきたいので、お尻をちょっと気持ち引いてみてください。後ろにすると固まります。ちょっと多分こうお尻の力が抜けちゃって、こっちでクッションを今取っちゃってるので、しっかりちょっと軽く前傾かけてお尻を後ろに引いてあげるとより止まりやすくなると思います。
なんか改めてプロなんだなと思って。プロだよ。何より日本選手権出てるからね。簡単。やるときだけやります。普段はやらないですよ。いや逆にギャップが出ていいよね。いきます。手は腰がいいの？あ、もうどこでもリラックスして。ダメだ。はい。今はもうこっちでやっぱ全部食べちゃってるので、しっかり体いい姿勢を意識してこのまま倒していきます。でお尻を気持ち引きます。こっちに。はい。あ、でもだいぶまだですね。あ、逆にちょっと前のめりすぎるかもしれない。そっか。こう入っちゃってるので。そっか。まっすぐ立てたまま。そうですね、そうですね。ダメだ、曲がっちゃった。あ、膝いってました。膝いっちゃった。ダメだ。した状態。でこの状態で倒します。で次は右のお尻に。はい。ぐらつきます。走ってるランナーがそこにフォーカスしてないっていう。ああ、そうか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 。もっとこのフォーカスしなきゃいけないとこなんですよ。はいはいはい。なんでやってこれやってほしい。それが抜けてるとよくこういう走りの人いません？いる。女の子と特に多いですよね。あれはもうお尻に全く力が入ってなくて膝がもう内に入りきってる。でもなんでこうふくらはぎの外側とか長径とかをガンガン使っちゃうので、こんな大きいいい筋肉を使えてないっていう。日常的にもやっぱ偏りって絶対あるので、あとそもそもの筋力が若干ずれてたりとか、あと左回りなのでこっち逆につきやすかったりとか、元の筋力バランスと実際にそのフォームもずれてる可能性は高い。それを右もちゃんと使えるようになるともう本当に両方楽に走れるはずなので、僕も一緒なんですね。僕も左がしっかり使えて右が外に行きやすいタイプなので、結構意識的に右のお尻は常に抜かないように意識してます。常に右のお尻が抜けやすいのでずっと意識してます。なんで日常的な時もなんか気が向いたらちょっと右のお尻だけちょっと刺激したりとか、なんかその30分バーってトレーニングしましたも大事なんですけど、やっぱ日常からちょっと意識するだけでちょっと隙間時間にこうやって刺激したりとかだけでやっぱ意識って変わってくるので。そうだよね。足が多分手前についてるんで、ここで膝をより使ってる。でもこのままもっと遠くに足を出してみましょう。股関節が下がるので近くについてこう膝で残りいってるので、多分歩幅広げるだけでよりここの落ちが重要なんですね。股関節を下げることが。なので今はここについてこうやって落としてる。膝で落としてるので、落とす場所は膝で落とすんじゃなくて股関節で落とします。股関節で落とす。なので歩幅を広げてみましょう。股関節ってめっちゃ重要ですね。気にしたことなかったよ本当。はい、行きます。あ、だいぶさっきよりはでも全然止めます。やっぱついて膝が入る。ここで離して止める。離して止める。でお尻にキュッと力入れてみましょう。はい、キュッと力入れて。で、はい、つく時にもちょっと止まりました。確かに。ちょっと止まりました。ちょっと止まりました。よーし。キュッと力入れます。はい。はい。ちょっとだいぶ良くなってきてます。その感覚を。キュッと力入れてみます。キュッと力入れて。まだこの足首のぐらつきありますね。ある。左良かったです。グッて上げて前に。今膝みたいな。今の完全膝のやつです。最初多分ラウンジの前段階として、ここの状態でここで股関節を下げてお尻を使う感覚っていうのをやるといいんですけど、今これで多分結構やっぱラウンジやろうとしても膝はすごい入っちゃうので、これをちょっとじゃあ膝がより入らなくなるためのちょっと前段階のちょっと動き作り、より簡単に行える動き作りをちょっとやります。これお尻を使う感覚とハムを使う感覚、もも裏ですね、をちょっと養ってもらいたいなと思います。この状態、多分さっきのラウンジの完成形の形なんですけど、ここでしっかりまずお尻を使ってるって感覚を、こう自分でこう感覚いろんな位置を試しながら、ここで入ったっていうところを確認します。その状態で股関節、ここの膝を前に出さずに股関節を落とします。こうですね。この動きができると使ってる部分がお尻とハムなんですよね。でこの膝の動きがこうやっぱゆっくりその動いてる時ってやっぱ難しいので意識するの、この止めた状態でここでお尻とハムを使ってる感覚をまずは得ます。これもちょっと筋トレというか補強に近いんですけど、でこれを左右
左右20回ずつぐらいできるといいかなと思います。はい。しっかりポジションを作って、多分もういきなりラウンジのようにバッてついちゃうとポジションが多分わからない、どこについたらいいのってなるので、そこの、今ここお尻を使ってるっていうポジションを作りましょう。あそこですね。多分そこだとお尻より使えると思います。多分左のお尻が今使える場所を探してみてください。はい、左のお尻も、左のお尻を締めてみてください。で乗るなってポジションをまず自分で探します。ここに乗るなって感じ。ここが膝なので、ここのお尻に乗ってるなっていう感覚。お尻に乗ってる、なんかお尻に乗ってる感覚を。お尻に乗ってる感覚か。はい。膝には乗らないです。すごい。膝で支えるんじゃなくて、ここのお尻で支えます。ちょっとポジション的にもかなりいいです。この乗ってるなってところで、そこから下げていきます。乗ってるなっていうのは、使えてるなって、お尻に力が入ってるなっていうことで、これ乗ってるのが難しいんだよね。そうそうそう。しっかりお尻を使います。この状態。使ってる状態のまんま、ここから下げるを20回いきます。下げる20回。はい。どうですか？だんだんなんか使えますか？使えてきて超きつい。はい、かなりきついてます。なんかもうね、筋トレの超きついやつがあります。それで20回ぐらいでガーッと刺激します。はい。で、使ってるなっていう感覚を、これ使ってるっていうのを、きつい。それで体と頭と体に覚えさせるっていう感じです。きついし、今までああいうのやると結構ふくらはぎがきついなって思ってたんだけど、お尻に行きましたか？完全にふくらはぎは全く使わない。なんか全くピリピリも何もしないで。それってなんでかっていうと、足首が動いてないからなんですよ。この状態で下げてるんで、足首が動いてないとふくらはぎは使わないので、ってことは逆に言うと、もう普段はふくらはぎをこんな使ってるっていうのを多分自覚できると思います。いつもああいうのやると絶対ふくらはぎもなんかこの辺も使えたとしてもふくらはぎきついみたいな感じだったんだけど、全くだった。それを右もだよね。やってみましょう。こうだったからこうだよね。逆です。もういいのか。いや、こっちで合ってます。こっちで合ってます。こっちで合ってます。はい。この辺からやばいんだよ。違う。右のお尻、その前足のお尻を使います。はい。で、ちょっとポジションを探して、乗ったなっていうところにお尻を使っているっていうところ、多分それ使ってると思います。そこでそこからもう1個下げましょう。もう1個下げる。はい。ここできつい。20回いきましょう。全くさ、ふくらはぎに本当に来ないね。はい。で、お尻を使います。はい。これがお尻を刺激するっていうトレーニングになります。で、これで今お尻を使っている感覚が多分、これお尻使ったのでは分かると思うので、これでラウンジをやるとよりパーンと止まると思います。はい。意識して、じゃあもう一回やってみましょう。はい。膝じゃなくてお尻です。さっきのポジションにもう一回持ってくるようなイメージで。ちょっと今膝でいきます。だよね。よし。こっちはなんかだいぶ止まりました。こっち入った気がした。だいぶ止まりました。一回いきます。今ダメですね。こっちのはね、なんかさっきも入りづらかったんだよね。右苦手だわ。やっぱあるんですよね。左右差で得意が。左はね。左の方が来るって感覚がある。でもさっきより全然ふくらはぎに来る感は。止まってます。今かなり止まりました。最初と比べるとかなり良くなってます。そうです。止まってます。お尻をだいぶ使えてる証拠です。右が苦手ですね。右苦手。なんかね、左はバコーンって左に来る、この辺に来るって感じがあるんだけど、右はなんかね、やっぱなんかちょっと弱い感じがする。なんかその普段のやっぱ日常の生活からちょっとこう意識するというか、ちょっと気が向いたらこうお尻をこう股関節ちょっと動かしてみて、お尻使ってるなっていう感覚をたくさん得れるようにしていくと、やっぱ今までこう長年生きてきてずっとやっぱ左が使いやすいとか、左右差ができてきてるので、それをこうこっちで使えるようにもできるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい。やってみて、この立った状態から足を引きます。で、さっきのポジションに、さっきのお尻を刺激したポジションに戻します。こうですね。なんである程度の動きを戻した上でお尻を使うっていうのが、ちょっとワンステップ上になっちゃうんですけど。難しいけど、いきます。尻で。そうです。こっちはやっぱ入る。左いいですね。左めっちゃいいです。で、多分苦手な右を。右。緊張するわ。でも
もありますね。マジかも。はい。本当だよ。こっちはなんかわかるわ。左はいい感じに乗ってるっていう、使えてます。右はあ、でもやっぱなるほど。ね。膝が内に入りやすいですよね。ああ、そうなんだ。シンプルに元から膝が内に入りやすいので、でお尻が抜けちゃってる証拠でもあるんですよ、それって。なので多分右のお尻の使い方が下手なので、ちょっとやっぱこの最初のさっきやったこの刺激とかもちょっと右だけ多めにやっておくのもいいかもしれないです。ちょっと意識する場所は膝をちょっと外に抜けるぐらいの感覚をちょっと意識してみてください。膝を外に、はい、そうです、そこです。その位置です。多分お尻使いやすくなる。はいはい。あ、だいぶマシにはなって、ここです。今のその位置を覚えてください。覚えるためにたくさん回数をこなして覚えるっていうのを体をビシッとパシッとビシッとパシッとできるようにビシ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 。でもこれ繰り返しだね。もうはい、やっぱ一長一短その日にやりましょうでできるもんじゃないので、しっかりこうやって継続してやってほしいなと思います。週にもう本当にジョギングとか、もう断る動きの前に入れていいと思います。絶対だって今立っててめっちゃお尻に力入んだもん。ジョギングする前とかもう週になんでもう3回とかもう2日に1回ぐらいはやっても全然ありだと思います。なんで週に、3、4回できるように、ジョギングの前とかに取り入れてほしいです。多分もう癖と言いますか、完全に癖づいててやっぱ使いやすいんですね。こう曲げやすいし伸ばしやすいので、なんでそれをやっぱりもうこっち主導に変えていかないといけないので、もう一回ちょっとそのお尻を使うっていうのだけ意識するだけでだいぶ変わってくると思う。どこを見てた？僕はそのまず股関節、膝関節、側関節で3箇所よく見るんですけど、そう設置してる時にどこが一番動いてるかっていうので、今膝が多分今一番動いてました。なるほど。なのでこのふくらはぎの上部、この上も、このももの下らへんも使いやすいとは思います。はい。もっとこの中心部分を使えるように、こういったお尻を使う感覚を染みついたものがやっぱ地道に変えていかないと。なのでその24時間をトレーニングにするっていうか、習慣的にこうお尻使うっていう感覚をずっとやり続けることで、こう体が今まで馴染んだものがこう切り替わっていくので、ある日こういう動きをしましょうでいきなりできる人はなかなかいないので、こうやって地道に続けていくことが大事です。大変すぎる。でも今のでふくらはぎに刺激入っちゃったんだもん。できてない感覚っていうのが逆に生まれたわ。できてないそうできてないから本当に今日はこの最初の段階というか、今なんか本当にそもそもお尻を使うっていう感覚をまず知った状態じゃないと、次の段階、そういう走りに動きをつなげていくのが難しいので、もうその前の段階としてこう刺激するっていうところでやってみました。
りがとうございます。お尻は使いましたか？お尻はね、前より全然違う感覚あるんだけど、逆にふくらはぎ使っちゃってるって一回なったら、ふくらはぎが刺激されちゃってふくらはぎに使っちゃう。でも立ってる状態でさっき、お尻に力が入ってふくらはぎにこんな力が入ってないことってなかなかなかったなっていう感覚もあったから、まだなんていうの、こうどっちもふくらはぎもまだ今まで使ってきたんだから使ってくれよみたいな感じがまだあって、ちょっとお尻とね、ハムストリングスさんたちにちょっと強くなってもらって、そっちが上に行くようにやっていきたいなと思います。なのでもうちょっとやっぱ日常的にもうふくらはぎを使う、ふくらはぎを使うっていう動きをちょっとずつこっちに寄せていく、お尻立つ時もお尻にこう乗るっていう感覚を意識して、もう今までその毎日もうなんていうんですかね、生きてる間ちょっと暇があればちょっとこう感覚確かめたりとか、ちょっとジョギングの時もやっぱずっとお尻っていう感覚でやったりとか、そういうところで少しずつ取り戻してこっちに動かしていきましょう。そこ大事ですから。あとね、なんか多分お尻に乗る感じが分かりづらいって方は、なんかお尻をキュッて締めた、肛門をキュッて締めるっていう感覚でやってみると、お尻に力入るなって思えるかなって思います。そこからね、こう締めた状態を常に作っておくので、これがお尻を使うんだっていう感覚を知れるとまたいいと思うので。で、今日のラウンジのその前の段階のようなこうやって無理やり刺激して、これだっていうのをもう一回実感するっていうのをやるといいと思います。でもよく分かった。まだこんなに使えてないの、結構お尻使えるようになってきたと思ってたんだけど、全然使えてないのにここまで来れたので、あとね8分、7分半ぐらいまでなんとかなるかな。お願いします。明日筋肉痛きたら教えてください。わかりました。そうすれば嬉しい。ということで今日三塚コーチありがとうございました。ありがとうございました。もうこれでメニューとかも作っていただき、いろいろお世話になっていきたいと思いますので、これからの進化楽しみにしててください。そして三塚コーチのですね、オリジナル T シャツができるっていう。オリジナル T シャツ作らせていただきました。なんかこの普段僕やっぱランニングの楽しさをこうみんなに教えたいっていう思いが強いんですけど、やっぱそれってこうファッション性も楽しめる一つの要素だと思うんですよね。で、なんか普段こう日常の服とこう走る時の服って普段分けるじゃないですか。今日それやっぱ一緒にしたらめっちゃなんかその普段とランニングの壁がもっと縮まるんじゃないかなと思って、デイリーとランニングの壁をなくしたいという思いで T シャツを作りましたね。走れる生地だし、普段も綺麗な生地で作ってますので、ぜひ興味がある方は覗いてください。よろしくお願いします。三塚コーチがいつも言ってるのが、ランニングとデイリー日常生活、なんかランニング後でやっぱ壁が高いじゃないですか。一般の人からしても走りこうでなかなかならないじゃん。僕らは多分特殊な存在なので、なんでその普通の人たちもちょっと走りに行こうかなとか、いつか走ってるの楽しそうだなとか、私もちょっとやってみようって思えるようなことをやっぱ発信して伝えていきたいので、それを少しでも伝わればと思います。今日見てる中、ほとんど走られてる方かと思いますけどもね、普段走られない方もウォーキングから、あとね、そうですね、早歩きとかからでもいいので、あと逆に怪我したりされてる方は本当ウォーキングでもね、十分効果あると思いますので、それこそ今日みたいな動き作りをしてからウォーキングだけでももう全然効果あるもんね。もう本当に日常生活のこう移動とかをちょっと早歩きでやってみるとかいいと思います。ということでこれからもやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。